おいおい、PV 最高かよ。ということでね、来年の半夜のヤシャ姫に向けて公式から PV が出ていたんです。もう、それのその後半の方にですね、今後の展開だろうと思われる新カットの方が複数出ておりましたので、一つ一つね、見ていきたいかなと思うんですが、まずはこちらね、この時代樹の中のね、映像かなと思うんですけど、今現状ですね、モロハさんがすごいピンチと言いますか、キリン丸とね、戦いになってると思いますので、そこに駆けつけていく直前の、殺生丸様たちの姿かなっていうところではないでしょうかね、やっぱり。で、次にこちら、驚愕の表情をしているリンさんなんですけど、この顔ですよ。相当な出来事があったんではないかというのがね、読み取れてくると思います。はい。けど、この表情からまだね、何かっていうのはね、わかんないかなどうですかね。で、次はこちら。これは最初見た時に、なんだこれはっていう感じだったんですけども、よく見ていきますと、そのモロハさんでしょうね。この水面に映っているのが。で、服を見てもらうとわかるんだけど、ちょっと養老族っぽいね、服を着ていることが、昔の養老族のところに預けられた当時の、モロハさんの姿かなというところですね。で、それを見るイニアシャとカゴメの図なんですけども、けど結局このなんかまがまがしい場所どこなんじゃいというところだけど、そのあの世とこの世の境、今いる、イニアシャとカゴメがいる場所の、こういう場所もあんのかなっていうところですよね。そして次はこちらね。スマホで、現代でね、撮った楽しい思い出をね、眺めているトワさんかなというところでございます。最新話でね、その現代にいる日暮家のみんなにすごい愛されていたんだなということを気づけたというか、思い出したというか、そういう話があったので、改めてね、この写真を見ながら、現代での生活を思い出しているのかなっていうのと、あとそのいろいろね、ごたごたが片付いた後に、もう一つ、トワさんの目的として、現代に戻るっていうのもあったと思いますから、その方法をね、改めて考えているシーンだったりするのかなと、ちょっと思いました。次はこれね、なんと、リンさんがですね、そのキリン丸の前にも、バッとね、前に出るぞという感じでございます、これ。もうほんと、リンさん、もう休んでなって、ちょっと。っていう風に思うんですけどね。リンさんのね、頑張り屋さんなところが、またね、出てしまっているところなのかなと思います。そして次にね、注目すべきはこれなんですけども、はい。これがですね、その1のイニアシャの方でも登場しておりました、ゴズメズと、火の国の門になっているんですが、この門が何なのかと言いますと、この世とね、あの世の境、今、イニアシャとね、カゴメがいる場所にね、通じている門になっているんですが、この門を通るためには、いろいろとね、方法はあるんだけど、現状ですね、その天聖画を持つものしか通れないのかなと思います。で、そんなね、門が、どう関わってくるのかってとこなんですけど、僕はちょっと前勘違いしていたんですが、この世とあの世の境に行くとき、あと帰るときでも黒真珠の力がね、多分必要なのかなという感じなんですよ。けども多分その、次回の話とかで黒真珠の力が失われるか、またはそのキリン丸との戦いで壊れてしまったりしちゃって、その黒真珠が使えなくなっちゃうんじゃないかなっていうとこね。だから、イニアシャカゴメとか、あと、この場所にね、入り込んでしまったモロハさんが入り込むんだとしたら、それらが、帰る方法として、天聖画を持つ殺生丸様が来てくれるか、それかですね、そのトアさんも多分ある程度、天聖画を使いこなせるのかなと思いますので、代わりに天聖画を持って門を通り、迎えに行ったりするのかなというところではないでしょうか。で、次もね、また衝撃的な、画像なんですけども、ボロボロになった殺生丸様というところですかね。その目が真っ黒になってるのはなぜかわかんないんです。もう着てる鎧とか、ちょっとね、ボロってなってるとこだったり、あとはその上部分のその紫色になんか燃えているというか、オーラがね、およよよってなっているところですよね。これがですね、もう一つの画像なんですけど、こちら。キリン丸のね、エネルギー弾を切っている時の、殺生丸様なんですが、このエネルギー弾、揚力の塊の色が、紫色、同じ色をしていることから、その、キリン丸の攻撃を受けて血に伏せている、感じの図ではないのかなという風に読み解けていくんですけどもね。けどもですね、その、殺生丸様がそんな簡単にやられるのかなというのはありますので、もしかしたらその、誰か、そのキリン丸の攻撃を誰かがかばってね、受けてしまってとかね、あるかもっていうとこ。それがリンさんだったりね、やっぱり。で、それをかばって受けちゃったからあんなね、驚愕の表情をリンさんがしていたっていう、つながりがね、あったりするのね。続いてこちら、キリン・オサム先生と、それが眺めている、多分、妖霊生ですかね、これはね。もう、だいぶね、死認できるほど、
大きくなっているのか、近づいてきているのかという感じでございます。でね、さらにちょっと次一気にいっちゃうんですけど、こちら、これ見た時に完全にそのドリフのニコニコ動画でよく使われている、なんかこの隕石が落ちた時にこのドリフの音楽でなんかテテレテテってなっちゃうやつだなってね、すごい思ったんですけども、これらのね、図から、もうわかると思うんですけど、そうですね。妖霊星が落ちてくるか、そのかけらが落ちてくる時の、イメージ映像、このようになってしまうから、こうならないために、その現代の方に、妖霊星をなんとかしないといけないね、という展開になったりするんじゃないかな、というね、気がするんですけどね。そして、最後はこちらですね。もう、言うまでもないと思うんですけど、モロハさんがついにね、イニアシャカゴメと再会できて、両親と再会できて思わずね、涙が出てしまっている時の、シーンだと思うんですが、モロハさんっていうのはこう市販用でありますので、そのとは切ないよりも、より一層ね、その自身に孤独を感じているという描写がありましたので、それがついにね、その肉親と会えるというところでね、思わずね、涙が出てしまったのかなという感じじゃないですかね。この話はですね、実際にね、再会できた時によりね、詳しくね、話していきたいかなという感じはあるんですけども、はい、そんな感じです。ということで今回はね、新 PV 見てみたよという話でございました。純粋にその PV としてもね、すごい、見応えがあるものとなっておりますので、見てない人はぜひぜひ見てみてください。それでは、来年も見逃せない